こんにちは。今日はとてもシンプルな作り方のカーディガンを作っていきます。たっぷりとしていて着心地がとても楽ちんです。作り方は長方形を作って端を少し折り曲げて少しだけ縫って作ります。呼び方はモモンガカーディガンとかコクーンカーディガンとかウルマンカーディガンと呼ばれます。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのフラッフィー、色はオフホワイト、35g で約107メートル。これは今年のもので、こっちは家にあった残っていた糸、だいぶ前の糸で、これはライトグレー 50g 入っています。こっちはアクアブルー、これは35。これはティールブルー 50g。 こんな感じで残っていたので、これを組み合わせてこんな順番で編んでいこうかと思っています。長方形を編むだけなので、好きな色で合わせて編んでいこうかと思っています。ただ最後に縁を編むので、その分の糸を少し残しておきます。好きな色で作ってください。針は10号を使います。10号だとだいぶ緩いんですが、今回はゆったりした感じで編んでいこうかと思っています。お好みによってはもう少し細くしてもいいと思います。あとは針とマーカーを使います。少し起毛しています。太さは 1.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。それと本体の縁を少し細い針を使って編んでいこうかと思っています。あれば少し細い針、なければ元の針を使って少しきつめに編んでいきます。それとさっき白の糸を紹介したんですが、ちょっと合わせてみたら好みではなかったので、このコイルを使って編んでいきます。これも以前のもので、色はボトルグリーン 50g のものです。これを使って編んでいきます。皆さんはお好みの色を使って編んでください。作り方を説明します。この作り方はとても簡単です。まず鎖を編んで、この向きに編んでいきます。長方形ができたら、これを折り曲げて、ここからここまでを縫っていきます。こっちも同じ。縫い合わせて、ここが袖ぐりになります。こっちも縫い合わせたら最後に縁を編んでいきます。これで出来上がります。まずこの長方形を作ります。このサイズは、私は身長160センチで、この部分を120センチぐらい、この縦を60センチぐらい、160センチでこれぐらいがいいかと思います。この長さはこっちで見ると、この部分、手首から手首まで。身長が低い場合にはこの幅を少し狭くします。身長が高い場合にはこの幅を少し広くすると着やすいと思います。多少であればこれぐらいで大丈夫です。もしサイズの変更をする場合には6の倍数プラス1にします。私はさっきの糸で120センチにするために鎖の数を145、これで鎖編んで
模様編みをしていきます。でまず鎖を編んでいきます。私は実際には濃い色からスタートしました。ここでは見やすいようにこのグレーの糸を使って編んでいきます。それと少し小さく編んでいきます。実際には6の倍数プラス1の鎖145で編んでいきます。鎖を編んでいきます。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま必要な数まで鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。1段目は細編みをしていきます。まず鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。表でも裏でも大丈夫です。私は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、細編み、次も次もこのまま端まで細編みをしていきます。端まで来ました。次は2段目、鎖3つ、3、裏返します。足元2つ飛ばして3つ目に長編み、1、2、3、長編み、鎖1つ、同じところに長編み、鎖1つ、同じところに長編み、これで長編み3つ、間には鎖1つずつ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、1、2、3、これを繰り返していきます。また足元2つ飛ばして3つ目、長編み3つの扇形、鎖、同じところ、長編み3つ、足元2つ飛ばして3つ目、1、2、3、端まで来ました。足元2つ飛ばして3つ目に長編み、この2本の糸の下、これで2段目が終わりました。鎖3つ、裏返します。隣に長編み、隣はこの扇形の一番端の長編み、ここに長編み、
次は鎖1つ、足元は扇形の真ん中、これで四角ができました。鎖3つと長編み、四角、また四角、鎖1つ、扇形の端の長編み、ここに次も長編み、こことここ、これで長編み3つ、これを繰り返していきます。扇形の上には四角、鎖1つ、真ん中、鎖1つ、端の長編みの上、ここは長編み3つにします。扇形の上には四角、この端の扇形の上、最後は下の鎖の下から3つ目、上が2本で下は1本の位置、これで長編み。3段目が終わりました。次はこの2段を繰り返していくだけです。鎖3つ、裏返します。この四角の真ん中に扇形、ここに長編み、鎖、これで扇形。次は長編み3つの真ん中、長編みをします。次も四角の間、3つの真ん中、次はまた四角の間、扇形、次は3つの真ん中、これで端まで編んでいきます。端まで編んだらここと同じ四角を作っていきます。これを繰り返していきます。端まで来ました。これが最後の扇形。糸を変える場合、この端の鎖の下から3つ目、ここに長編みをして、この最後を新しい色で引き抜きます。これで糸が変わりました。このまま次の段、裏返して、次はここ、今までと同じように編んでいきます。この元の糸は後で
隠せる長さまで残して切っておきます。これで色が変わりました。好きなタイミングで好きな場所で色を変えてください。60センチ編んできました。最後は細編みで終わりにします。この細編みは最初この細編みが表の状態で、表で終わっても裏で終わっても大丈夫です。後で長編みをするので表でも裏でも大丈夫です。糸の残りやあとサイズによってお好きなところで終わっても大丈夫です。その場合の細編みの仕方、まずこの長編みの上、ここに細編み1つ、次はこの扇形の長編みの上、スリット長編みの上、スリット長編みの上、こんな感じで端まで編んでいきます。端は鎖の下から3つ目、ここに最後の細編みをして、端まで終わったら糸を切ります。ただ同じ糸でぐるぐると編んでいく場合には、ここで糸を切らずに休めておいても大丈夫です。私は色を変えるのでここで糸を切ります。最後に鎖一つを編むようにしてギュッとして、でさっき見たようにこの端を折り曲げてこの部分を縫っていきます。長方形を作りました。私はこんな色合わせにしました。次はこれを折り曲げて、さっき見たように端を折り曲げてこの部分を縫い合わせます。ここは袖、この位置にマーカーをつけます。で表と裏を確認します。今回この模様や縁は目立たないのでどちらにしても大丈夫です。私は一応この最初の細編みが表の方を表に決めます。で表を上にします。これを三角に折ります。ここが真ん中で折り曲げて、ここからここまでを縫います。反対側も同じで、私はこの袖になるところ、ここを約14センチにしました。もう少し広くても狭くても大丈夫です。ここから縫っていきます。縫う時にはこれを半分に折ってこの状態で縫っていくと縫いやすいと思います。角から縫い合わせていきます。糸はなるべく目立たない糸を使って縫っていきます。端には細編みがあります。この細編みの上の方、ここには2本糸があるので、ここと向こうは同じく細編みの2本の糸の下、こことここを合わせます。で手前から針を入れます。
向こうもこの糸足は残しておきます。この状態のままもう一度同じところこれでつながりました。次はこの細編みと鎖の間ぐらいで次からこの鎖3つや長編みの1つに2回ぐらい針を入れて縫い合わせていきます。でこれがあまりきつくなりすぎないようにします。このままマーカーのところまで縫っていきます。マーカーをつけていたところまで来ました。最後は2回針を通してしっかりとさせます。あとは裏でほどけないように隠します。反対側も同じように縫い合わせます。最後にこれを裏返して今表が上の状態、この縁とあと袖ぐり、ここを長編みで編んでいきます。まず袖から編んでいきます。私はこの部分をこのグレーで編んでいきます。針は細い方を使います。まず長編みで一周します。表が上の状態で鎖3つ1、2、3で次はここに長編みをしたいと思います。この縫い合わせた隣、次から長編み、この長編みに長編み2つ、2、次も2つ、これで一周します。ここまで編んでいきます。長編みで一周してきました。最初の鎖の下から3つ目、
次は2周目。少し大きな鎖1つ、根元の鎖の後ろを通って糸を引き上げます。これを長編みでします。長編みなので絡めて後ろ2本2本、これで長編み。次は後ろから糸を出します。この後ろに針を入れて糸を引き出します。これを長編みで2本2本。次はここと同じ次は後ろ前後ろ。この時もし糸を引き出しにくかったらこれを折り曲げるようにして、でこの隙間から糸を出すと引き上げやすくなります。このまま交互に長編みをして1周します。2周目を編んできました。最初の長編みに引き抜きます。次は3周目。2周目と同じように編んでいきます。少し大きな鎖1つ、根元の長編みの後ろを通ります。これを長編みでします。次は後ろに針を入れて、で下と同じように編んでいきます。後ろに後ろ、前に前。これを繰り返していきます。一周して最初の長編みに引き抜いて、もう少し編んでも大丈夫です。好きな長さで終わります。5周編んできました。最初の長編みに引き抜きます。で最後は鎖1つを編むようにして糸を切ります。引き締めて、これを針で隠します。この裏に隠します。反対側も同じように長編みをします。最後に同じ編み方でこの縁を編んでいきます。なるべく目立たないところからスタートします。これは最初に編んだ細編み、これが背中側になるので上下を逆にしてこう編んでいきます。中央よりも少しずらして中央と脇の間ぐらいから始めていきます。なるべく目立たないところから始めます。この細編みは最初に編んだ細編み、ここが背中側になるので上下を逆にして背中の中央と脇の間ぐらい、ここぐらいから始めていきます。で今表が上になっています。で縁を編んでいく糸、
さっきと同じように長編みから始めます。1、2、3、隣に長編み、次もこのまま長編みで一周します。一周したらこの鎖に引き抜いて、次の周同じように前と後ろ前と後ろと編んでいきます。ここと同じように後ろから糸を出して、今度は前から糸を出して交互になるように編んでいきます。これを好みの長さになるまでぐるぐると編んでいきます。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。裾の方も綺麗な色になりました。重さは 240g ととても軽く出来上がりました。着心地が楽ちんだと思います。で、サイズを測りました。上から下まで76センチ、横幅はこの袖から測って126センチ、この部分は65センチ、この部分は3センチ、ここは6センチ。使った糸の重さは 240g。とても軽く出来上がりました。最後までご視聴ありがとうございました。